挨拶回りが一通り終わってほっとしていた。午後の遅い時間で客もいなかった。俺は窓の外を見つめながらぼんやりしていた。ちょうどいつもここに来る客がバイクを止めている。向かいの閉じられた店の前を見ていた。この前止まっていた3台のバイクを思い出した。2台はネイキッド、もう1台はアメリカン。3台とも大型に見えた。昔乗っていた 750cc を思い出した。もう一度あのバイクに乗ってみたかった。その時ふと思った。なぜだろう、今はスクーター、特に原付スクーターが圧倒的に出回っているはずなのに、ここにバイクで来る客はマニュアルミッションの中型以上のバイクに乗っていることが多い。しかもライディングジャケット、ライディングブーツを身につけ、ヘルメットはフルフェイスかジェットヘルメットだ。彼らの目的はツーリングに違いなかった。でもなぜツーリングのライダーたちがこんな寂れた元商店街の前を通るのだろう。渋滞だと俺は思った。渋滞を回避するために違いない。渋滞している道路、一体どこだろう。あの道路だと俺は思った。片側2車線。夜 110cc で走っているといつも渋滞している。そして俺は自分をバカだと思った。そうだった。あの道路は国道1号なのだ。国道1号は新湘南バイパスに続いている。そしてその先には西湘バイパスがある。西湘バイパスの先に一体何があるのか。関東地方でバイクに乗ったことがあるものなら誰でも知っている。箱根新道、箱根ターンパイク、芦ノ湖スカイライン、椿ライン、伊豆スカイラインなど、まるでツーリングのために作られたような素晴らしい道路ばかりだ。
翌日、俺は亮を連れて中庭に行った。店は林さんに見てもらっていた。俺は亮に言った。ここをバイクの駐車スペースにする。手伝ってくれ。バイクの駐車場ですかと亮が言った。亮は大変なことになったと思ったに違いない。中庭を片付けるだけでも結構な重労働だ。俺と亮は中庭を見渡した。そこにあったもの。物干し。そこが花壇であることを示すためのレンガの囲い。粗大ゴミとしていずれ出さなければならない。ガラクタの数々、柿の木。そして一面に生い茂った雑草など、すべて片付けて、このスペースの段差をなくし、そこに砂利を引いて、その上に線を引いて区分けをする。それが終わったら、道路と中庭を仕切っている。垣根を取り払って、道路からバイクが入ってこられるようにする。そうすれば立てることができる。バイクの駐車スペースありますの看板。その看板をここを通るバイク乗りたちに見せるのだ。俺はこう考えていた。ツーリングのライダーたちは休憩を取らなければならない。バイクに乗っていると尻が痛くなるし、トイレにだって行きたくなる。スピードの出たバイクに乗ってバランスを取りながら交通状況を把握するのはそれなりの労力を要する。だから疲労する。そして疲労は事故のもとだ。それに腹だって減るし、喉だって渇く。だからバイク乗りには休憩が必要だ。バイク乗りは考えている。一体どこで休憩を取ろうか。コンビニエンスストア。景色が良くてトイレもある公園。道の駅。しかしスピードを出しているとなかなか止まることはできない。いい休憩場所が見つかっても止まろうかどうしようか。結論が出る前に通り過ぎてしまう。
しかし俺の店の前の道は狭くて、スピードを出すのは危険だ。片側一車線だが、狭くてセンターラインもない。周囲は民家も多く、誰が何が飛び出してくるかもわからない。だからこの道を通るならゆっくり走るしかない。そしてゆっくり走っていればこそ神経に余裕も出る。周りの風景も見えてくる。つまり休憩を取るためにバイクを止めることができるのだ。もしそういうライダーを俺の店に呼び込むことができれば、一歩黒字に近づける。希望的観測という言葉がある。その時俺が考えていたことはまさにそれだったかもしれない。バイクの駐車場など作ってみたところで客など全く増えないかもしれない。誰かに相談してみたわけでもないし、俺の勝手な思い込みなのかもしれない。でも俺はその時藁にもすがりたかった。この店に林さんが現れるまで俺が抱えていた問題はまだご和算になったわけではない。今の俺は自分の貯金を切り崩して生活している。貯金が底をついたらもう生活していくことはできない。そしてそうなったらこの店を手放さなければならない。確かに客はいるのだから売り上げはある。でも店の利益は俺と寮の生活費にもとても足りない。だから俺はその希望的観測にすがりついたのだ。寮と作業をしながら俺は考えていた。店のメニューのことだった。店で出しているのはまずコーヒー、そして料理はカレーライス、ミートソース、サンドイッチ、ピラフ。考えてみるとどれもありふれた軽食で疲労して腹を空かせたバイク乗りたちには物足りないような気がする。西湘バイパスの先を目指すとすれば彼らの一日の走行距離は 150km から 250km にはなるはずだ。
かりと栄養の取れるものでなければならない。バイクに乗っていて腹が減ったとき、俺なら何が欲しいと思うだろう。俺が知っている料理を頭に思い浮かべる。とんかつ、天丼、ステーキ、焼肉定食、アジフライ定食。そして思った。俺ならハンバーグがいい。それにハンバーグはコーヒーにも合う。ハンバーグとライス。それにジュースとコーヒーをつけてセットで出すというのはどうだろう。しかしどうだろう。店の前を通るバイク乗りたちはハンバーグをどう思うだろう。バイク乗りがツーリングで腹を減らしたとき、食べたいと思うもの、一体何だろう。俺はまた頭に思い浮かべる。とんかつ、天丼、ステーキ、焼肉定食、アジフライ定食。そうそう。豚キムチ定食なんかも悪くない。俺は一つ気がついた。コーヒーに合うものでなければならない。そう思った。なぜなら休憩にはコーヒーが必要だ。なぜコーヒーが必要なんだ。その根拠は一体。1週間。裏庭を駐車スペースに改造する作業を続けながら俺は悩み続けた。そしてあることに気がついた。いくら考えても結局それは俺自身の好みでしかない。しかし林さんや寮にバイク乗りたちがツーリングの途中で食べたいと思うものについて相談したとしても困らせるだけだった。逆にアンケートでも取ってみようかとも思ったが、自分がアンケートを取られたらどう思うか考えてやめにした。そんなことをされたらこの店に来るのが億劫になる。そして俺はまたもや頭に思い浮かべる。とんかつ、天丼、ステーキ、焼肉定食、アジフライ定食、豚キムチ定食、レバニラ炒め定食は却下だ。うちは中華料理屋じゃない。1週間後、俺は林さんに言った。メニューにハンバーグを加えたいんです。
ハンバーグはどうですかね。林さんはちょっと考えた。作れないことはないが、あまり得意じゃないな。林さんの反応はあまり思わしくなかった。しかしハンバーグは俺なりに悩んだ末の結論だった。ハンバーグっていうのは焼き方が難しいんだ。俺は言った。作ってほしいんです。とびきりうまいやつを。ハンバーグじゃなくちゃダメなのかい？ええ、ハンバーグがいいんです。俺は林さんに事情を説明した。店の前の道を通るバイク乗りたちを呼び込むための新しいメニューを作りたい。しかし、なぜそれがハンバーグでなければならないのかという点になると、説得力がなかった。何しろハンバーグは俺の好みだというだけなのだ。しかし林さんは、わかった、やってみるよ、と言ってくれた。翌日から林さんは、ハンバーグに挑戦してくれた。林さんは何冊かの料理の本に何度も目を通し、実物を作ってみる。林さんがハンバーグを作るたびに、俺たちは試食した。俺も亮も林さんも朝食以外はハンバーグを食べる日が何日も続いた。林さんは近所の料理教室にも顔を出し教わった。林さんの作ったハンバーグ、それにライス、オレンジジュース、コーヒーを並べた写真、その下にハンバーグセット700円、そしてバイクの駐車スペースありの案内。新しい看板は完成した。林さんのハンバーグも準備完了だ。しかし、うまくいくとは限らない。その事実が残酷なことに思えた。でも、看板ができた以上、俺はその事実と向き合わなければならなかった。初めのうちは、客の入りはいつもと変わらなかった。ハンバーグランチを注文する客はいたが、
客の反応は期待したほどではなかった。裏庭を駐車場に改造し、林さんに無理を言ってハンバーグをメニューに加えたが、あまり意味はなかったのかもしれない。そんな風に思った。しかしやがてバイク乗りの中に時々顔を見せ、ハンバーグランチを注文する者が現れ、その数が少しずつ増えていった。やがて店の収益がわずかに黒字になり、その翌月はさらに黒字が増えた。成功したと俺は思った。再生リスト9に続きます。